はい、皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。皆さん、今日も元気にしていますか？はい、今日ですね、ちょっとスマホを使って録音をしてみています。今までね、カメラでそのまま音声を録音してたんですが、もしかするとスマホの音声の方がいいかもしれないと気づきました。はい。だから今回は試しにスマホで録音してみています。どうでしょうか？もしね、こっちの方が音声が良ければコメントで教えてください。これからこっちで録音しようと思います。マイクもね、本当は買いたいんですけど、マイクちょっと高いんですね。この私の YouTube チャンネルはまだ収益化してません。はい。だから、もうね、全部自分でお金を払うしかないんですね。もうちょっとね、お金が貯まったらマイクを買おうと思うので、ぜひ皆さん、たくさん私の動画を見て応援してください。はい。6月に入りましたね、皆さん。6月といえばですね、日本では梅雨です。梅雨って皆さん知ってますか？はい。日本ではね、6月から7月にかけてすごくよく雨が降ります。うん。そういう季節のことを梅雨って言います。梅雨ってそれだけ聞いたら何を思い浮かべますか？梅雨って例えば雨が降って草木に水がつきますね。それが落ちます。草木についた水が落ちます。うん。そういうね、水の粒のことを梅雨って言います。うん。この6月からの季節の梅雨っていうのは漢字が違いますね。梅雨っていうのは雨がよく降る季節のことです。漢字は違いますが、なんだか関連しているような感じで覚えやすいんじゃないですかね。はい。梅雨ってね、漢字がちょっと不思議ですね。梅っていう漢字、梅のお花の梅ですね。それに雨って書いて梅雨と読みます。梅って皆さんわかりますか？日本にはね、馴染みが深い木なんですけれども、梅はね、フルーツですね。フルーツの梅。お花もすごく綺麗です。日本では梅を干して梅干しにして食べます。うん。丸くて赤くてとっても酸っぱい。それが梅干しですね。お弁当にね、よく使います。梅干しをご飯の上に一つだけポンって置いたものを日の丸弁当って言います。日の丸弁当。日本の国旗は日の丸です。白にお日様の赤が真ん中に一つだけポンってあります。はい。日本の国旗は日の丸です。そんな感じのお弁当だから、日の丸弁当ですね。はい。それからね、梅雨のね、雨っていう感じですね。これは皆さんわかりますね。はい。レインですね、レイン。雨が降りますね。で、この雨の季節を梅雨って言います。はい。これはかなり当て字みたいなところがありますね。梅も雨も梅雨とは普段は読まないですよね。梅だったら梅とかって読むかもしれないし、雨だったらうとか読むかもしれないですが、梅雨は本当に季節の梅雨としか使わないですね。これはね、なぜ梅に雨と書いて梅雨の時期なのかというと、どうやらね、さっきご紹介した草木についた梅雨、これから来ているっていう説もあります。うん。でも、もう一つあって、中国で梅の実が熟す頃に雨がたくさん降るらしいんですね。だから、この言葉は中国から来たっていうふうにも言われています。はい。諸説あるんですが、まあね、どれが正しいかはわかりませんが、そんな感じの歴史があるらしいです。中国の方見ていらっしゃったらどうでしょうか？梅雨って中国語でも梅雨なんですか？書き方、漢字は同じだったりするんですかね？もしね、よかったら教えてください。なんかね、梅雨っておしゃれですよね。梅がたくさん咲く時期の雨って書いて梅雨ってね、すごいおしゃれだなと思います。はい。皆さんの国にも
雨が多い季節ってありますか？日本ではね、6月から7月の梅雨の季節は、本当に毎日のように雨が降ります。だから、もし日本旅行を考えてるんだったら、6月とかね、7月はおすすめしません。はい、今回はね、そんな日本の梅雨についてお話をしたいと思います。チャンネル登録といいねボタンお願いします。はい、梅雨ですね。日本ではだいたい6月の初めから7月の初めぐらいに梅雨に入ります。沖縄とかだともうちょっと早いらしいです。5月の最初とか中盤にはもう梅雨に入るらしいですね。なのでね、皆さんがもし日本旅行を計画しているんだったら、いつどこに行くか、梅雨と被らない時期にするのをおすすめします。はい。梅雨になるとね、もう本当に毎日雨が降ったり、雲がね、ずっとどんよりしていたりします。だからね、外に出て観光をするんだったら、絶対傘が必要です。それに、靴とかね、服もすごい濡れます。そうなんです。結構ね、しっかり雨が降るんです。日本の梅雨はね、一日中雨が降り続けることも多いです。だから、旅行をするのはね、もう本当に大変だと思います。おすすめしません。タイとかも多分、梅雨みたいな時期ってありますよね。雨季って言うんですかね。雨がよく降る季節。確かね、夏あたりにあったと思います。でも、タイだったら、一日中雨が降るんじゃなくて、数時間とかまとめてザーって雨が降って止みますよね。だから、まだ観光はできると思います。でも、日本では本当におすすめしないです。日本では梅雨には本当に雨ばかり降ります。だからね、できるだけ6月よりも前に観光をするのがおすすめです。はい。皆さんね、もしかしたらここまで聞いて、いやいや、ただの雨でしょって思ったかもしれないですね。違うんですよ。日本の梅雨は本当に特徴的です。はい。日本の梅雨経験したことがある人はいますか？どう思いましたか？ぜひコメント欄で共有してください。ご説明するとですね、日本の梅雨はまず湿気がすごいですね。雨だけじゃなくて空気もすごくジメジメしています。はい。ジメジメ。この単語、以前の動画でご紹介しました。はい。オノマトペですね。もしまだ見てなかったら、ぜひ見てみてください。夏のオノマトペです。日本人は本当によく使います。このね、ジメジメっていうのは湿気が強いっていう意味ですね。はい。日本のね、湿度は80%を超える日もあるんですね。どういうことって思いますか皆さん。うん。湿気が基本的にあまりない国に住んでいる人は多分このジメジメっていう感覚がわからないと思います。6月ってね、もう夏なんですよ。はい。だからね、このね、湿気のある環境で、例えば30度とか気温が上がったら、すごく暑いですね。もうね、まるでサウナのようです。皆さん、サウナは入ったことはありますか？もしね、あったら多分イメージしやすいと思います。サウナもね、湿度が高いですね。だからすごく蒸し暑いし、息もしづらいですね。そんな感じです。さすがにね、本物のサウナほどじゃないかもしれないですが、例えば体がだるくなったりとか、あんまり運動したいなっていう気分にならなかったりとか、髪の毛がね、すごくベタついたりとか、うねうねしてしまったりとか、そういう風に感じる人もいると思います。はい。だからね、日本で生活するってなると結構大変で、洗濯物がね、乾かないんですよね。日本人は結構洗濯物を乾燥機にかけないです。外で干します。家にね、乾燥機がある人だったらあんまり気にならないのかもしれないですが、外にね、基本的に干して、太陽のね、熱で乾燥させる、洗濯物を乾かすっていう人は、もう本当に困りものですね。はい。外に洗濯物を干せないので、室内に干します。でもそうすると、
部屋の湿度がまた上がります。はい。そうするとね、洗濯物から変な匂いがしてくるんですよね。部屋干しをした時の独特の匂いです。皆さんはわからないかな？あんまり部屋の中で洗濯物って干さないですか？結構ね、多くの国で洗濯物を乾燥機にかけて乾かしているような気がします、私は。そしたら多分わかんないと思うんですが、日本はね、なぜか湿度が高いのに、外で天日干しをしたがるんです。はい。私もそうです。はい。それからね、もう部屋中湿度が高いので、カビがね、よく生えるんですね。あんまり湿度が高くない国の人はもしかしてカビってわからないですか？カビって食べ物だけに生えるものじゃないんですよね。例えばお風呂場とか、他にも靴箱とか、もちろんね、食べ物もカビが発生しやすいです。湿度が高いとカビが発生しやすいです。だからね、日本では除湿をするためのグッズとかもあります。うん。湿気を取り除くものですね。はい。これは本当に気をつけないといけないし、例えばね、皆さんが梅雨で雨が降っている時に窓を開けてしまったら、雨が部屋の中に入ってきますね。それをね、放置とかしてしまうとカビが生えるので、皆さんも気をつけてくださいね。はい。だからね、梅雨ってあんまりいいことはないんですが、それでもいいところはあります。ちゃんと。はい。例えばね、この時期にしか咲かない花っていうものがありますね。代表例がアジサイですね。梅雨のシンボルです。はい。アジサイ。わかりますか？まあね、詳しく言うと、アジサイは花ではないらしいですが、まあ、綺麗な色で咲くのでお花ということでいいでしょう。アジサイは本当にこの梅雨の時期に綺麗に咲きます。このね、アジサイはね、雨に濡れるとまた本当に綺麗なんですよね。はい。なんだかね、心が落ち着くような、そんな感じの落ち着いた印象のお花です。この時期にはね、ちょっと晴れたらカメラを持ってアジサイをね、撮りに行きたいなというふうに思います。はい。あるいはね、私だったら家の中で過ごすのが結構好きです。皆さんはお気に入りのね、雨の日の過ごし方ってありますか？私はね、雨がしとしとと降る音を聞きながら本を読んだりとか、ゲームをしたりするのが好きですね。家でゆっくりするのが好きです。私はゲームはね、そんなにしないですが、スイッチの動物の森とポケモンが大好きです。だから例えばコーヒーを入れて、いい香りでね、部屋を満たして、で、静かにゲームをしてとか、本を読んで過ごすのがいいかなというふうに思っています。うん。そしてね、この梅雨が終わったらですね、本格的に夏が来ます。もうね、梅雨でも結構暑いんですが、梅雨が終わると本格的に暑くなります。雨もすごく減るし、空もね、真っ青で夏らしい雲が出たりして、このね、タイミングがね、ああ、夏が来たぞってなるんですよね。私はすごく嬉しく思うんです。梅雨を経験してね、なんだかジメジメしていたところから、カラッと夏が来る。だからこそ、ちょっと特別な感情になるのかもしれないです。はい。ということでね、今日は日本の梅雨についてご紹介しました。日本の梅雨はね、正直ちょっと大変です。仕事に行かなきゃいけない人は、毎日傘を持ってね、出かけなきゃいけないし、遊びに行くにも部屋の中で楽しめる場所に行かないといけないですね。でもね、雨の音を楽しんだりとか、この時期だからこそ咲くアジサイを楽しみに行ったりとか、ゆっくりコーヒーとかね、お茶を飲んで誰かと一緒に過ごしたりとか、そういうことをね、意識的に楽しもうとする季節でもあるので、どこか風情がある、そんな季節ですね。せっかくね、日本に観光に来るんだったら、この時期は本当におすすめはしません。でもね、長く日本にいるんだったら、それこそ日本らしさが体験できる
そんな時期かなと思います。はい。ということでね、今回の動画は以上です。もしこの動画が面白かったなと思ってくれたら、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。またね、機会があれば、日本の夏らしい話をしたいなと思います。何がいいですかね。例えば、日本の夏祭りの話とか、どうでしょうかね。次回以降にそういうお話もしようと思いますので、ぜひね、チャンネル登録といいねボタンを押して待っていてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。